猿長者。ある大晦日の晩のこと、貧しい家にじいさまとばあさまが2人、ひっそりと暮らしていた。むしろの代わりに藁を敷き、大晦日だというのに食べ物が何もなかった。もう食べるものが一つもない。とじいさまがぽつりと言った。ばあさまは、仕方がないから火でも焚いて、火正月にしましょうか。と静かに答えて、いろりに薪をくべた。一方隣の家は裕福な屋敷で、屋敷の主人、その妻、多くの使用人たちがごちそうの準備で忙しく立ち回っていた。すると屋敷の門を叩くものがある。門を開けて見てみると、みすぼらしい老人が一人佇んでいて、今晩泊めていただけんか。と小さな声で言った。主人は顔をしかめて、この忙しい大晦日に物乞いに貸してある宿はない。と言って追い払った。老人は次に隣の貧しいじいさまとばあさまの家を訪ねた。今晩泊めていただけんか。ばあさまは戸を開けて、ご覧の通り家は貧乏で、今晩食べるものもありません。隣の家なら、今日豚を2頭潰してごちそうになるでしょうから、そちらに行くといいですよ。と言うと老人は、いや、隣にはもう断られてしまったのだ。と答えた。じいさまとばあさまは顔を見合わせて、本当にうちには何もない。それでもよければ、一緒に火に当たって火正月にしましょう。さあさあ、どうぞ。と言って、老人を家に招き入れた。3人で火を囲んで座っていると、老人が火を見つめながら、鍋に水を入れて火にかけてみなさい。と言ったので、老婆は言われた通りに鍋に水を入れ、火にかけた。鍋がぐつぐつと湧き出すと、老人が懐から小さな袋を取り出して、その中の粉を一つまみ鍋に落とした。すると不思議なことに、鍋の中はごちそうでいっぱいになり、いい香りが小さな家を包み込んだ。じいさまとばあさまは老人と一緒に腹いっぱい食べて、無事に年を越すことができた。元旦の朝、老人はまだ日が昇る前に起き出して、二人に言った。井戸から初水を汲んできて、それを沸かして湯あみをしなさい。全身を隅々まで清めるのですよ。二人は言われた通りに湯あみをすると、不思議なことにシワだらけだった肌がみずみずしく潤い、曲がった腰は伸び上がって、どんどんと若返った。二人は手を取って喜んだ。老人は年神様であったのだ。そうして老人は、わしが家を出たら、隣の屋敷に火種をもらいに行きなさい。と言うと、姿を消した。じいさまとばあさまは、老人に言われた通り、隣の屋敷へ火種をもらいに行った。
すると二人を見た主人が、どうしてそんなに若返ったのだと言って驚いた。二人が大晦日の晩に訪ねてきた不思議な老人にごちそうになったこと、弱みをして若返ったことを話すと、それを聞いた主人は急いで老人を追いかけて行き、無理に屋敷に連れ帰った。そうして、私も若返らしてくれ、と懇願した。老人は、では、家で一番大きな鍋を用意し、皆で湯あみをするがよい。主人は大喜びで大きな鍋で湯を沸かし、湯あみを始めた。しかし、湯から上がった瞬間、主人の姿はみるみる猿に変わり果て、キーキーとわめきながら山の方へ逃げていった。そうして妻はカラスに、使用人たちは次々に鳥に姿を変え、皆空へと飛び去ってしまった。その後老人はじいさまとばあさまの家を再び訪れて、隣の屋敷にはもう誰も住んでおらん。二人で移り住みなさい。その代わり、世のため、人のために尽くすのですよ。と言った。二人は喜んで屋敷に移り住み、世のため、人のために一生懸命働いて暮らした。しかししばらくすると、猿になった隣の主人が庭の石に座り、家を返せ、家を返せ、と騒ぎ立てるようになった。二人がほとほと困り果てていると、また老人が現れて、困ったことはないかと聞くので、毎日猿がやってきて、庭の石に座って騒ぎ立てるので、手を焼いております。と答えた。老人は、それでは猿が座る石をしっかり焼いて、元の場所に戻しておきなさい。と言った。二人は言われた通り、石をしっかり焼いて、庭に置くと、ちょうど猿がやってきて、石に座り尻を焼かれて飛び上がった。それで、猿のお尻は赤いのだと言われている。この話は、地域によって様々な違いがあるものの、沖縄に多く伝えられる民話である。じいさまとばあさまが若返る初水は、福水や一番水、若水などとも言われ、正月の早朝に井戸などから一番最初に汲み上げた水のことで、生命を再生させ、邪気を払う効果があるとされており、これは日本神話のつくよみのみことが持っている落ち水に由来すると考えられている。また、屋敷からもらってくる火種も呪術的な意味が込められており、裕福な家からもらってきた火種は、その家の富を表していると考えられ、それをなくした家は衰退し、迎え入れた家は繁盛する。ちょうどジブリ映画ハウルの動く城のカルシファーのようなものであろう。大年の日という昔話では、火種を消してしまった嫁が、道で火を焚く男から火種と一緒に死体を預かってしまうが、後にその死体が黄金になっている。そして、大晦日に現れる老人。大年の客という民話でも、大晦日に
宿を求めた和尚が黄金になっており、私の読んできた書物では、年末年始に現れるみすぼらしく助けを必要とする者々は、十中八九神や仏である。福を得るか、邪を得るか、良いお年をお迎えください。